犯罪者の自分を24年支え続けてくれた女性を殺害した男。常人には考えも及ばない2人のその関係性とは。2020年3月25日、アメリカアーカンソー州ホースシューレイク。お前ら待ちやがれ。その日の朝、地元の人気宿泊施設スノーデンハウスの2階から中庭へ飛び降りた男がいました。警察を振り切り必死に駆け出したその男はトラビス・サンテイ・ルイス。この宿泊施設の元従業員です。ルイスはその日オーナーのマーサ・マッケイを施設内で撲殺。警察が駆けつけた際、彼はまだ施設にいたのですが隙をついて逃走したんです。この1ヶ月前、スノーデンハウスを解雇されたルイス。犯行はオーナーに対する逆恨みのように思えました。そしてそもそも周囲の人間からすれば、被害者のマーサがその男を雇ったことさえ理解しがたいことだったんです。なぜならルイスは24年前にマーサの母親を殺害していたから。雇用主を殺害し全力で逃走を図る男。彼らの間にあった24年にもわたる因縁とは。女性は絶対に許せるはずのないその男を心の底から信頼していたんです。おっさすけいちゃんです。いや、みやみこです。最近ね2キロ痩せたんすよ。あら、何したの？ずっと自炊で鍋を食べるっていう。ご飯は食べない。もうご飯食べない。あ、白米も食べないの？そうで、野菜と肉団子と鶏もも肉、鶏胸肉じゃないし肉団子入ってるからちょっと甘えてるんですけどそれでもねご飯食べないで、ご飯の代わりに豆腐、でマジ全然いけるわ。美味しいし、でポン酢につけるんですよ。そして味変になるから、そうで元々のやつは何でもいいですよ。醤油ベースのスープ。それでどこまで続けるの、その生活？いやでもね、あと7、8キロ落ちるまではいいから絶対に飽きる。私は予言しておく。飽きるよ。飽きる時もあんだけど、別に死ぬほど毎日それじゃなくてもいいけど、結構いい。あとやっぱ野菜も取れるから、僕生野菜そんな好きじゃなくて、サラダとかさ食べるのめんどくさいじゃん。でもビタミンが失われるとか言うじゃん。いやスープも飲んでるから。違う生野菜を加熱するとビタミンが失われるって言うじゃない？加熱して失われるってこと？壊れるってこと？そう。壊れるって言わないから分かんない。失われるとしたらさ、質量保存の法則的にはただ移動してるのかもしれないと思っちゃう。そう、壊れちゃう。変化しちゃってる。まあ俺の低温調理だと野菜の低温調理なんて壊れない。あ、すごい。教えてほしい。今度強火に一切しない。ずっと弱火でコトコト今度食べさせて。いや絶対なんでいつも絶対食べさせてくれない？本日ご紹介するのはアメリカアーカンソー州で起こった殺人事件について。この事件、とある宿泊施設をクビになった従業員がオーナーを殺害してしまうんです。何それも逆恨みってやつ？それとも何相当ひどい辞めさせられ方したとかってことかしら？これ実はね違うんですよ。これ犯人はオーナーからおよそ考えられないぐらいのねいろんな温情とかね、受けてたんで、本当はもうめちゃくちゃ恩があるんですよ、オーナーに対して。なんと実はね彼らには24年にもわたるね信頼関係の時間があったんです。事件の日、通報を受けて地元の有名な宿泊施設に向かった警察。そこにいた犯人は驚きの方法で逃走を図るんです。屋敷に潜む男。2020年3月25日、アメリカアーカンソー州ホースシューレイク。その日の午前中、地元の人気宿泊施設スノーデンハウスへ2名の警察官が駆けつけました。州内でも有数の高級住宅街に佇むその施設は、地元の名士スノーデン家の屋敷を改築したもの。結婚披露宴や映画のロケ地としても使われており、街で最も有名とされる施設でした。この日はそんな地元民に愛されるスノーデンハウスから非常ボタンによる通報が入ったんです。これは誰か無理やり押し入ったのかもしれないぞ。そう言うと開け放たれた裏口から建物の中へ入った警察官。彼らが慎重に歩みを進めていると、2階から響いた大きな足音。2人の警察官は顔を見合わせ息を潜めながら階段を上ります。そして2階へたどり着いた時、警察の目に飛び込んできたのは大理石の床に転がる毛布に包まれた何か。これは。警察は固唾を飲んで毛布をめくりました。するとその中身は血まみれの遺体だったんです。亡くなっていたのはスノーデンハウスの経営者マーサ・マッケイ。スノーデン家の末裔の彼女は10年前にこの屋敷を改築し、宿泊施設として管理運営していました。名家の跡継ぎで凄腕のビジネスマンでもあったマーサは、自身の功績を鼻にかけることもなく、周囲の人々にも好かれていた人格者。ホース州湖の近くに住んでいることから、湖の貴婦人とも呼ばれた彼女の死に警察官は深いため息を漏らします。マーサは本当に地元ではかなり有名だったのね、そんなに好かれてた人がこんな事件に巻き込まれちゃうなんてすごい悲しい話じゃない。地元の人々はね、大いに悲しんだと言います。
そして忘れてはいけないのは、このスノーデンハウスの中にまだ犯人が潜んでいるということ。ナイフで刺された上、ハンマーで撲殺されていたマーサ。その遺体の前に警察官が悲痛に顔を歪めていると、バスルームからかすかな音が。すかさず拳銃を構え、バスルームへ近づいていく警察2人。おい、そこにいるのは分かってるんだ、出てこい。バスルームの中へ向かってそう叫ぶと、数秒沈黙が続きました。そしてドアの向こうで響いたのはバスルームの窓を開く音。まさか。警察が慌ててドアを開くと、バスルームの中には窓から身を乗り出した一人の男が。待て！警察が叫ぶと同時に男は中庭へ飛び降りました。敷地内に止められている車に向かい一目散に走り出したその男はトラビス・サンテイ・ルイス。1ヶ月前に解雇されたスノーデンハウスの元従業員でした。2階から飛び降りても警察振り切るなんてさ、めちゃくちゃすばしっこいし、もうただものじゃないじゃないこいつ。そうなんです。このルイスっていうのはもう犯罪はね手慣れたものだったんですよ。彼とねオーナーのマーサは24年前からの関係だとね説明したんですけれども、その関係性はなんとルイスのある犯罪行為をきっかけに始まったんです。24年前彼らの間に一体何があったんでしょうか。悲劇の始まり。事件が起きる24年前の1996年8月12日。火事だー！ホースシューレイクの閑静な住宅街の一角から火の手が上がりました。その家の主は有名なブルースギタリストジョセフ・リー・ベイカー。当時39歳だったマーサの叔父にあたる人物でした。幸い家族全員が外出中だったため犠牲者は出ませんでしたが、家からはジョセフのバンドのレコーディング資金が紛失。火災は窃盗の隠蔽を目論んだ犯人による放火と考えられました。そして家を失ったジョセフはマーサの母サリーを頼り彼女の元に身を寄せることに。実は本当の悲劇はこの後のことだったんです。ジョセフがサリーの元へやってきた約1ヶ月後、なんと今度はサリーの家で火災が発生。隣人が早い段階で通報したため火事そのものは大きくなりませんでした。ただしその家の中ではジョセフとサリーが射殺されていたんです。なんかルイスとマーサの関係はさ、犯罪行為から始まったって言ってたじゃない。何ルイスが犯人なのこれってもしかして。実はそうなんです。サリーの家で現場検証を行っていた警察はその後隣人の通報によって現場のすぐ近くで事故を起こした車が乗り捨てられていることを知りました。道路脇の溝にはまり横転していた赤い車は亡くなったサリーのもの。犯人はすでに車を抜け出し逃走していましたが、車内に残されていた髪の毛や指紋からその正体は近所に住んでいた16歳の少年だと発覚。そう、その少年こそトラビス・サンテイ・ルイスでした。事件の日ルイスは窃盗目的でサリーの家に侵入。そこに居合わせたサリーとジョセフに見つかってしまったため2人を射殺し証拠隠滅のために家に火をつけたんです。一方でルイスは家に侵入したことこそ認めたものの殺人に関しては断固否定。撃ったのは俺じゃない、一緒に盗みに入ったダチがやったんだ。しかし彼が名指しした友人にはアリバイがあり、ルイスが出任せを言っていることは明白でした。こうして2件の殺人を含む重罪で起訴されたルイス。犯行当時16歳だった彼は自身に下されるであろう判決にひどく怯えていました。やべえ、このままだと死刑になっちまう。16歳って普通なら少年法が適用される年齢じゃない。ここまでのことやってると、そりゃあね簡単に少年法で裁かれるってわけにはいかないわね。そうなんですよ。しかもアメリカにおいてね少年法って日本よりめちゃくちゃ厳しいんで、たとえね少年法で裁かれたとしてもっていう感じなんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、アメリカの少年法について。アメリカではほとんどの州で少年法の適用年齢は7歳から17歳までとされています。14歳から19歳の日本と比べると刑事責任を問われる年齢はずっと低いんです。さらにアメリカの場合、少年には死刑こそ適用されませんが、懲役は成人と同等に下されるため、最も重い刑だと終身刑になることも。またルイスが殺人を犯したアーカンソー州では一定の重大犯罪を犯した14歳以上の少年について成人として起訴する裁量が検察官に委ねられています。結果成人として起訴されたルイスは犯行当時16歳にして死刑になる可能性があったんです。ルイスは二重殺人で死刑判決の可能性がありましたが、彼はその後司法取引に応じたため減刑。1998年4月28年6ヶ月の禁錮刑を言い渡されます。この禁錮刑は刑期の 70% を終えれば仮釈放の可能性があるものでした。これで出所した後さ、ルイスはマーサの施設の従業員になるわけでしょ。マーサなんでこんなやつを雇おうと思ったわけ。そこですよね。何よりねマーサは母親とおじさんを殺害されてるわけで、普通の神経だったら許せるわけないですよね。それにもかかわらずねマーサはルイスに対して一切憎しみを抱いていなかったんです。信じ続けた女性。ルイスは死刑を免れた一方で、事件が地元面に残した傷は深く、ホースシューレイクの住民の多くが彼に憎悪を抱いていました。そんな中でただ一人ルイスに対する反応が違っていたのが被害者サリーの娘であるマーサ。
まだ16歳なのに20年以上も刑務所から出られないなんてかわいそうに。マーサはそう言って刑務所にいるルイスに何度も手紙を書き、時として面会に行くことすらありました。実は彼女は熱心な仏教徒で、周囲からはまるで菩薩のような心の持ち主だと言われていたんです。姉さん、何考えてるの？あんな奴に関わらない方がいいわ。マーサの妹はそう言って何度も止めたと言いますが、それでも彼女の気持ちは変わりませんでした。裁判では罪を認めたけど、彼は殺したのは自分じゃないと言ってる。私は信じるわ。そのまま20年以上ルイスとやり取りを続けたマーサは、2018年に仮釈放となった彼の身元引受人に。こうしてルイスはマーサの経営するスノーデンハウスで働くようになったんです。自分の家族を殺した犯人をさ、ここまで許せるってちょっと普通の人じゃできないような心の広さじゃない？マーサはね、慈悲の心で接してればルイスがね、いつか更生すると信じてたんです。しかしね、残念ながらこの世の中には人間の善意がね、通じない人もいるんですよ。ルイスがスノーデンハウスで働き始めてからしばらく経ったある日、マーサに次のように話す従業員がいました。オーナー、あなたはルイスと少し距離を置いた方がいいかもしれません。不安げにそう告げたのはルイスの母親。実のところルイスが逮捕された後、職を失った彼女のこともマーサはスノーデンハウスに迎え入れていたんです。ルイスの母親は気づいていました。出所後、マーサの元で真面目に働いているように見えていたルイスが昔の彼に戻りつつあることを、それは間近でルイスを見ていた母親だからこそ気づけた変化だったのかもしれません。しかしマーサがその忠告を聞き入れるはずもなく、彼女はルイスを変わらず雇い続けました。するとある時、スノーデンハウスから現金1万4000ドルが紛失したんです。日本円にして約200万円にもなるそのお金は、マーサがシャンデリアを売却して得たもの。その日、スノーデンハウスで働いていたのはルイスだけで、さすがのマーサも彼を疑わざるを得なくなってしまいました。私はあなたを信じてたのに。ルイス、あなたはクビよ。ここにはもう二度と来ないで。この時、マーサは初めてルイスに失望の言葉を向けました。この約1ヶ月後、彼に殺されてしまうとは知りもせずに。これでさ、ルイスはマーサを殺しに来るってわけ。もう逆恨みも甚だしいじゃない、ちょっとこれ。マーサのね、気持ちを考えると心苦しいんですけれども、ルイスはね、信じるだけ無駄な人だったんですよ。そしてマーサを殺害した彼の逃亡劇は衝撃の結末を迎えるんです。裏切りの末路。2020年3月25日の朝、マーサはいつものようにゲストを迎える準備に勤しんでいました。そして仕事に熱中する彼女をよそに、ゆっくりと開かれた裏口の扉、屋敷の中へ足を踏み入れたのはナイフを携えたルイスでした。ルイス、何するつもり？鬼の形相で睨みつけるルイスの姿に慌てて2階へと駆け上がったマーサ。彼女は息を切らしながら備え付けられていた通報システムのボタンを押します。そうしている間にもマーサを追って2階へ上がってきたルイス。彼はマーサを追い詰めると、ルイス、やめて！恐怖に顔を歪める彼女の体へ思い切りナイフを突き立てました。そして崩れ落ちたマーサの頭部をめがけ、何度となくハンマーを振り下ろしたんです。ルイスは彼女が息を引き取ると、スノーデンハウスの中の金品を物色し、カバンに詰め込みました。一方で予想よりも早く警察が到着。ルイスは慌ててマーサの遺体を毛布で隠し、凶器や金品が入ったカバンをそのままにバスルームへ逃げ込みます。そして必死に息を潜める中、かすかに漏れた声が反響し、警察はすぐに彼の存在に気がついたんです。おい、そこにいるのは分かってるんだ。出てこい。警察の声が響くと同時に、ルイスはバスルームの窓から意を決して中庭へと飛び降りた。あっけに取られる警察を尻目に、彼は敷地内を全速力で駆け抜ける。捕まってたまるか。捕まれば今度こそ死刑は免れない。そのことを重々理解していたルイスは、敷地内に止められていた車に飛び乗り、エンジンをかける。しかし急発進した車は敷地内で障害物に阻まれ立ち往生。くそー。ルイスは車を飛び出し、湖のほとりまで全力で走った。待てこの野郎。背後から迫る警察。目の前には湖。ルイスは考える間もなく水の中へ飛び込んだ。そしてこの後彼は二度とその湖から上がってこなかった。溺れ死んじゃったの？そんなことある？ルイスはね、もうちゃんと死刑になってそれが執行されるまで罪について考えてね、反省するっていう時間ちゃんと持ってほしかったですよね、俺。
警察はその後ソナー装置を使って湖の中を捜索。溺死したルイスの遺体はその日のうちに回収されました。検視の結果、ルイスの体からは複数の違法薬物が検出されており、彼がうまく泳げなかったのはその影響もあってのことだったのかもしれません。家族を奪った自分を24年もの間信じ続けてくれた女性を殺害し、同じ過ちを繰り返してしまったルイス。世の中にはなぜこの上ない恩を受けながらもあだで返してしまう人間がいるのでしょうか。あなたは今回の事件のように信じて尽くした相手に裏切られてしまった経験はありますか？2023年7月16日、ポーランド西部の都市ポズナンで衝撃的映像が撮影されました。セントマーチン通りのレストランのテラス席に突如響いた銃声と女性の悲痛な叫び声。20歳の女性ユリア・ハルマンチスカは恋人と観光に訪れていたところ、いきなり現れた男によって彼の命を奪われてしまったんです。そして白昼堂々引き金を引いたその男はただの通りすがりの暴漢ではありません。彼はユリアが1年前に別れた元彼でした。カップルの観光中に突如現れ、彼氏を射殺してしまった元彼。1年前に関係を終えたその女性と男の間に一体何があったのか。暴走の末、男が悟った真実は、離れた彼女の心が二度と戻ることはないということでした。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。